正弘のうまいのなんのうまいのなんの正弘です。今回のピッツァは名古屋のソロピッツァチェーザでマキシマさんのピザを皆さんにご紹介したいと思います。実を言いますとマキシマさん、ナポリの本場でピッツァのコンクールがあるんですが、そこに出かけてってなんと優勝チャンピオンになられました。イタリアの人びっくりされたと思うんですが、マキシマさんであります。2010年だったと思うんですが、その翌年に大震災がありましたよね。で、震災のところにいろんな方が食べ物をみんなに召し上がっていただきたいキャラバンが出かけていきましたが、私もサルバトーレにくっついて出かけていきましたら、そこにマキシマさんもいらっしゃって、お店で食べるより前に「マセロさんこれ食べてこれ食べて」って言うんで、初めてマキシマさんの焼いたマルゲリータをいただいたんですが、お店は名古屋の大須というところにございます。名古屋の駅前にもあるんですが、直に以前焼いていただいた時の感動は忘れられないものがあるんです。今回また、丁寧にお話伺ってまいりましたので、どうぞお聞きください。うまいのなんの。炎で焼くのに炎で焼かないようにする、トンチみたいな、よくしっかり火を通したいんだけど1分半で焼くっていう、なんかこう矛盾っていうかそれをやっぱ魔法かけて美味しくするっていう。魔法をかける。魔法なんですよ。生地の発酵もそうですし、すべて魔法をかける、魔法使いですね。職人してる。うおいいね。美味しいピッツァもう食べたいんですが、ちょっと置いといて、はい、ちょっとこれは飾り用でじゃあ食べたい。嬉しかったですよね。一番最初お会いしたのって12年ぐらい前ですかね。っていうか、震災ので、あ、そうですよね。行ってピッツァのメンバーがたくさんいて、初めてそこで牧島さんが焼いてくださったやつを震災の人たちに召し上がっていただかなきゃいけないのに、僕にも食べてって言って焼いてくださった。郡山ですよね。だから2011年のもう震災起きて1ヶ月後から毎月のように炊き出ししてて、で松弘さんも来てくれて、もう一緒に手伝ってもらって、あの時2000枚以上焼いたんですよ。ピッツァ焼いて、そのうちの1枚がこのそれでもう本店に行っていただかなきゃっていうんで、伺ったのがその後ありがとうございます。で、出来たてを食べた方がきっと美味しいに違いないと思って。僕ナポリで働いてた時以外で初めてでした。出来たてが食べたいって言って窯の横まで来てくれて、多分その郡山でも同じように窯の横で立って食べてもらったんで、もう味が忘れられないって言って、でその時に松弘さんに言ったと思うんですけど、ナポリの一番通の人は席座らないんですよ。窯の横でこうやって食べるんですよみたいな。覚えてないんですが、とりあえず出来たてが絶対に美味しいに違いないと思って、それをすごく牧島さんが喜んでくださった。そうなんですよ。すごくテンション上がりました。そうやって食べてくれる人いるんだと思って、日本にもめっちゃテンション上がった。だから最初の出会いが郡山だったんですけど、こちらでいただいてから、ここのお店にはめったに来れないんですが、名古屋の駅前にある。ありがとうございます。もうそれはしばし、もう名古屋に寄って帰るまでは、あそこでソロピッツァで食べないとなんか名古屋へ行った気がしないかなっていうことで、普通はうなぎとかそうですよね、手羽先とか、味噌カツなんですよね。そうですよね。松弘さんはピッツァ食べて、マルゲリータ食べてたい。伺いたいなと思ってが、向こうでナポリの本場で、ピッツァの選手権
コンクール、はいで1位を取られたのはいつなんですか？ 2010年ですね。震災の前の年。そうなんです。それで人生変わりました。本当変わっちゃって、それまでお店も1軒しかないんですけど、今はもう7軒やらせてもらってますし、まあ他にもプロデュースの仕事なんかもやらせていただいてますし、それよりももうなんか旅人みたいになっちゃって、まあ、日本だけじゃなくってアジアでもピッツァを教えるお仕事というか、まあ、仕事というかボランティアなんですけど、先生みたいな感じになって、ほとんどちょっと名古屋に半分以上は行けなくなって。じゃあここで今私のために焼いてくださったっていうのはひょっとしたら久しぶり？平日が外でピッツァを教えることをして、で土日はなるべくこの名古屋の大津で僕のことを育ててもらってるんで、まあ恩返しじゃないですけど、ずっと大津にいます。なんで名古屋駅のお店は弟子が焼いてるんであんまりいないんですけど、ただいつもね、皆さん丁寧に挨拶してくださって嬉しいなと思うんですが、もう皆さんとても礼儀正しいんでびっくりしてるんですが、基本的にピッツァっていうのはファストフードで、それでスローフードめちゃくちゃ便利な食べ物で、日本人が絶対に取り入れた方がいい食べ物の一つなんですよね。まあ今松弘さんおっしゃってもらったようなスローフードであってファストフードで提供できるものってじゃあ何がありますかって、まあ日本だと代表的にはお寿司だと思うんですけど、だからこうやって便利な食べ物だから世界中に広がると思うんですよ。ピッツァがない国ってないんですよ。それと同じように寿司がない国もないって言われてる。便利だし美味しいし、何よりも体にいい。この3拍子揃ってる。そうなんです。はい、完成されてるんですね、食べ物として。まあ、それが一番完成度が高いのがこのピッツァナポレターナの島さんのピッツァに惹かれた理由っていうのは言われたことがそっくりそのまま。そうなんです。美味しくてまず喜んでもらって、さらにそれを食べ続けてもらうことによってその人が長生きする。まあ、こんな幸せな仕事はないなと思ってやらせてもらってます。でも先ほどちゃんとおしゃべりしながらでも焼いてくださったんですが、ね、匂いかからないうちに出来上がる時の集中力ってすごい頭の中にぐるぐる回るものがあるんですか？そうですね。常に釜の中慣れちゃってて、もう空気吸うような感じで焼くんですよ。もう釜とコンビネーションっていうか、まあ、釜とバッテリー組んで焼くんですよ。僕がピッチャーだったら釜がキャッチャーで、釜が焼いてくれるんで、僕がいつも考えてるのはこのピッツァを食べてくれるお客さんのことをずっと考えてます。もうそのピッツァ入れた後は釜の中ずっと覗いてる職人さんもいるんですけど、僕はなるべくその方が今どういう状態なの、何飲んでるかとか、まあ、そんなことを考えながら作り出してます。お母さんと一緒ですね。お母さんはいつも自分のコンディションを見ながら食事作ってくれるじゃないですか。そんなことをやっぱり思いながらこう真心込めてやると余計美味しそうなのが出てくる。だからそれが楽しいです。僕食べ方、さっき新聞紙みたいなものにくるんで地元ではね、食べられてるっていうけど、みんなここでこうやってもらったものを食べたりおしゃべりしながらゆっくり食べてるけど、やっぱり本当に出来たてをできるだけ早く食べたら味が違う。やっぱりナポレターノってナポリ人が言うんですけど、一番うまい食い方を分かってるので、焼きたてを食べたら450度の窯から出てきたものなんで普通やけどするんですけど、それをやけどしないように。そうなんですよね。知ってるんですよ。それでここを食べるとみんなここが美味しいと思ってるんでしょうけど、ここの小麦粉の香りと味わいって言ったらないですよ。いや、これを自分で言う辛さが今まであったんですけど言っていただけるとすごく嬉しいです。涙出てます。いや、僕も本当に名古屋の帰り道に、駅前のところでいただくと、いやー、小麦粉ってこんないい香りなんだなって、いつもピッツァ食べるのと同時に小麦粉って美味しいもんだなっていうのを感動するんです。この縁に人生かけてるんで、自分で言うのもダサいじゃないですか。なんでかって人に言っていただけるとめっちゃ嬉しいですね。だからここ残されるのが一番嫌なんですよね、職人は。腕がない。なんかね、おしゃべりして食べてる女の子たち見てると、真ん中だけ食べてね、端お皿の上に残してるので、ちょっと寂しいな。寂しいですよね。だからね、先にこっち食べてって思う。
どん食べたって美味しいうどんは小麦粉の味もしますよ、はい、それとやっぱりねお米と違って小麦粉は小麦粉のうまみがあってその料理の代表的な一品がピッツァ。そうなんです。これ塩しか入ってないんです。塩しか入ってない。小麦粉と塩、あと水と酵母は膨らませるための酵母ですから、それでうまいを作るのがそうですね、土台を作るのにかなり1分2分かからずにできるのにそれまでの工程ではものすごく時間がかかる。丸2日かかります。天然酵母でやってるんで、その酵母を育てなきゃいけないんですけど、最低でも1日で、この生地は24時間熟成生地なんで1日でも焼くのは1週考え方で言うと日本料理とかなんでかつ節だとか、はい、昆布はそれまで寝かせてものすごく熟成させるっていうか、ね、乾燥させるうまみを凝縮させてお出汁を一瞬にしてください、はい、ちょっと考え方似てるかな。一緒ですよね。日本人なんでがイタリア人なんでイタリア料理を勉強するのがすごくしやすかったんですよ。なんでかというと素材を生かすとかそのままを美味しくいただくっていうことをやってるのがイタリア料理であって和食じゃないですか。だからまあすごく似てますよね。でそのイタリア料理の中で一番シンプルなのがナポリのピッツァ。ほんとストレート勝負。いや本当にこのナポリのピッツァの本場のものが来る前アメリカ経由でピザって言ってたのがあって、はい、今本当にみんなピッツァって言えるようになって、はい、いやピッツァもう幸せな時代になったなと思うんですが、はい、味的にはお口に合うと思うんですね。ああいうアメリカのピザとかも。でも体には絶対的にイタリアのピッツァの方が完全食券でもよくわかります。だからもっと幸せになってると思うんです、昔よりも。僕もできれば自分で新聞紙みたいな紙を用意してお店に行って今度からこうやって食べたいと思います。うちの系列は準備してありました。はい、それ以外の店の時は自分で持ってください。お茶をいただく前に返しでお菓子をいただくと同じように返しみたいなの持っていただきたいと思います。本当に美味しくいただきました。ありがとうございます。またちょっと全然語り尽くせてない。まだね1回じゃ終わらないので、ピッツァの話はまた伺いに参りますから。はい。1回にね2時間は取れないので分割してまたお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。グラッツェ。うまいのなんの美味しくいただきました。やっぱりピッツァの魅力は土台、特に私周りが好きなんですけども、硬すぎず柔らかすぎずちょうどいい具合に焼けたやつをそこんと噛むとですね、小麦粉の味がするんですね。東京日本はお米の味ですけども、ヨーロッパはなるほど小麦なんだなということも実感します。もちろんナポリまで行って食べたことがあるんですけど、本当にそれに負けないというかチャンピオンの味であります。名古屋に出かけて牧島さんが焼かないピッツァでも、皆さんそこのお弟子さん相当の腕を持っている方がつわもの揃いですから、ぜひ行かれてみて召し上がってみてください。マルゲリータですよ。召し上がるのは美味しくいただきました。